で、ミスター。ヘルカイトですね。まあ、後々でやるので、お楽しみに。先行入力が効いてる。いない。先に上のやつから倒すか。おっとっと。コントローラーの丸ボタンがもう結構埋まってて、離したタイミングでもね、押した判定になっちゃうっていう。さあ、ウッドシールドを拾って、で、この先ですね。はい。彼らは槍持ちの敵なんですが、このようにね、盾を構えてるので、こういう感じで押し出し、盾を剥がして、叩くと。ミスター。ガードカウンターやろうとしちゃった。エルデンばっかやってたからな。セキロはちょっとゲーム性違うから、あまりプレイに影響しないしな。こんな感じで、この先に、はい、商人がいます。でこの人から買いたいのは、底なしの木箱と民家の鍵は買っておきたい。で修理箱はこの人高いんで買わなくていいです。で武器もね、結構この人しか売ってないってものを売ってたりするので、序盤に殺すのは良くないかな。とりあえず民家の鍵ですね。序盤というかさっきまでの攻略をね、丁寧に進めてたのはそういう理由ですね。別に会いたかったから。もちろんね、手持ちのソウル砕いちゃってもいいです。ここまでをね、無視した人とかは全然。これね、まとまった敵とかも火炎壺使えば全然楽に倒せるので。ちょっともったいないか。R2 なら一発。あいつはね、序盤結構有用なんですが、後半になるとね、当然使えなくなるので、こういう時にね、使えるうちにバンバン使うのがいいかなと思います。というわけで上まで来まして、投げナイフと。からの、ジャンプ。おめで落ちちゃった。もう最悪。カット。ジャンプ失敗。嘘だろよし、来た。いや、大変だった。これでライトクロスボウと。強いかどうかは微妙だな。クロスボウはね、エルデンリングが多分一番強いと思う。それ以外は強いのもあれば、弱いのもあるって感じ。ちなみに L スティック押し込みがジャンプにしたって言ったけど、このゲームね、ダークソウル1はキーコンフィグ結構細かく変えられるので、もしね、好みに変えたい人は変えてもいいと思います。あと、ここにかがり火があるので、もしね、触れるならこっちの方がいいかも。だから先に触れた方がいいかも、攻略するなら。だけでちょっと、細かく解説をしたいので、邪魔な敵は一通り倒せるだけ倒すか。というわけで今、バカスか火炎壺投げられてますが、下にね、アイテム見えると思います。で、ここからね、一応ショートカットみたいなことができなくはないんですが、それはね、あんまり初心者向けではないので、やべ、ミスった。だって、逃げる。一匹ずつ相手にしたいところ。危ない。スタミナ注意ですね。で、ここにも一体、これ OK かな。この先に宝箱。中身は黒い火炎壺。5個と。火炎壺と違って、黒い火炎壺はね、弱めのボスなら倒せる程度には強いので、こういう感じで、大勢に囲まれそうな時は、これ狭い通路に誘い込むと。で、ここですね。火炎壺の連中がいたのは。OK。リウム知らぬ不死のソウルと。なんか落としてる。亡者戦士かな兜。いいね。こういう防具は早めにくれるとありがたい。で、民家の鍵をね、入手することで、さっきのね、家のドアが開けられるようになります。これ倒して、裏なんかなかったっけあんまないか。今、メッセージ高速スキップしちゃった。民家の鍵を使うということで、こちらに、黄金末にと。武器エンチャですね。武器のエンチャント、もちろんね、魔術とか奇跡とかで武器にエンチャントすることもできるんですが、1はね、割とアイテムエンチャーが多くなるんじゃないかなと。つっても多分黄金末にがほとんどになっちゃうかもしれないんだけど。なんでかっていうとね、このゲームは雷に、ダークソウル1の場合はね、雷に耐性持つ敵っていうのがあんまりいないのって、さっきだ。そういう相手に黄金末には使うのがいいのかなという感じです。というわけで、強敵ポジションでいいかな。黒騎士です。いけるかなただひたすらパリーですね。パリー取って地名取って待つと。パリーの感覚はやって慣れてとしか言えない。モーションはね、そこそこ長いんで、赤色に慣れてる人とかだと多分、こういう感じで簡単に反応自体はできるんじゃないかなと思います。あと1回ぐらいかな。いったかな塊だけ。で、こちらごく稀にというか、たまにね、これ指輪ね。たまに、武器を落としてくれて、その武器はね、結構強力なので、能力値はそこそこ必要なんですが、だいぶね、強いですし、あとデーモン特攻っていうね、特定の属性の敵に対する特攻を持ってたりするので、手に入れたら積極的に使っていきたいですね。いけるかな左端から早めにジャンプ。危ねえ。そうすることで、樽は食らいません。多分実際は走って逃げて避けるんだろうけど、ここ開かないよね。ここでね。盤の鍵あったらあそこ開きますが、黒騎士よりね、強い騎士と戦うことになるので、良ければどうぞ。で、ここだけ。基本的にね、樽は壊さなくていいんですが、こういうね、ラッキー、壊さないだ。こういうよしよしでね、壊して手に入るアイテムとかもあるんで、モブとかね、そういうのは紹介していきたいかなと思います。というわけでボス戦ですね。どうしよう、ステータス見るステータス見るべき敵は見せて、そうじゃない敵は見なくていいや。というわけで、まだね、始まりません。
霧が消えないので、当然ボスなんですが、まずはね、上にいる増兵を倒します。ちょっと邪魔なんで。痛い、やばいやばいやばい。ご了承はダメです。ちょっと脱走にね、慣れてない、久々すぎて。というわけで、おすすめはね、さっき拾った、この黄金祭りを使うことです。初心者とかね。あとは青い累積。いるかどうかは微妙かな。あれにできるこれ。できるね。で、このレンガ見えるかな。このレンガ越えたら敵が来ます。で、不審のデーモンの時にね、紹介できなかったことを紹介したいので、まずは一気に逃げて、はしごを登ります。オズのデーモンです。不審でね、チュートリアルで多分、おっと、危ない危ない。落下中にね、攻撃で落下攻撃みたいなことがあったと思うんですが、はい、このように、オズのデーモンなら落下攻撃を取ることができます。ふい。で、衝撃波。まあこんな感じで、落下攻撃一生してればまあ勝てる相手ではあります。あと一応ね、落とすこともできなくもないです。痛い。衝撃波があるな。怖い怖い。嘘。珍しい。倒しちゃったよ。落下で。まあいいや。さっきみたいな感じでヒットアンダーウェイしてれば勝てますし、なんならね、落下攻撃しまくるだけでも倒せます。もう知らぬ節のソウルと。倒せちゃったよ。まあいいや。というわけで、こちらにね、NPC、太陽の騎士ソラールがいます。間違えた。I am Soleil. Now that I am, you've known it up. Oh, I have a イエスマン。 in a land. So what? This pleases me. 白いサイン漏石と。 The flow of the very there's no but used to some and engage, of course. But I, if you. オンライン要素ですね。Oh, the sun. If only. 一応こいつをね、ここで殺すことでアイテムというか装備品がね、ゲットできるんですが、それはね、NPC イベントを進めても手に入るものなんで、全然、このイベントは進めます。というわけで、ここからね、はい、ヒル・ヘルカイトが炎が入ってきます。ちょっと早かったまだ。というわけで、橋上にヘルカイト登場というわけで、下に進みます。これショートカットですね。途中で開いた、かがり火へ、レッツゴーと。間違えた。レベル上げか。今回使いたい武器決まってるんで、筋力とりあえず16と、持久力で残り体力かな。OK。さてと、ヒル・ヘルカイトなんですが、このね、ショートカット、はしごを落とすことで、ただね、条件を満たして、本来ならね、下に降りてくることはないんですが、降りてくるようになります。とりあえず、よいしょ。炎を吐かせる。ちなみにこれでね、555ずつ集めるっていう、そういうマラソンもできます。で、この辺でね、しばらく待っていると、ヘルカイト降りてきます。で、これの条件がどうやらさっきのね、ショートカットを下ろすことらしいので、じゃあ、来たら、ダッシュ。で、アイテムは一旦無視で、このかがり火に触れます。浄化不死鏡。そうすることで、ヘルカイトは飛んでね、どっか行っちゃいます。まあね、もう一回同じルートで、というか、見えるかな。取り手の壁っぽいところまで行けば、また会えるのでね、それはまあ、ご安心ください。さあ、というわけで、名もなき戦士と、クレイモアと。今回使いたい武器はこちらですね。重たいな。OK。でね、一応、両手持ちで 1.5 倍の補正がかかるんで、別に16じゃなくてもね、両手なら戦うことはできます。特にね、体験っていうのは、両手持ちで運用することが多いので、両手持ち前提で考えるなら、16はまだ入れなかったかなって感じなんだけど、片手でもね、クレイモアは結構強いので、この月がね、なので片手で使いたかったから16まで上げた感じです。で、こちらはね、太陽の祭壇って言って、進行が14だっけな。あれば、制約を上げられるものになります。制約を買わせるものになります。で、当然ね、トロコンには、太陽制約必要なので、進行は、最低でも14まで上げようかなって思ってます。さあ、この上。ま自信ねえんだよな、こいつ。OK。同じく黒騎士。今度は体験タイプですね。体験と言いつつね、プレイヤーが使う場合は特体験ですね。名称は黒騎士の体験。さっきのは黒騎士の剣ですね。剣タイプ。ほい。さっきのやつもパリタイミング難しいんで注意。なぜかこうね、パリを鳴らないんだよね。危ない。OK。案外なんとかなったな。落ちてくれ。おーさー、ラッキー。黒騎士の体験と。装備はね、まだ全然できないんですが、使ってもいいけど、結局これレアドロップなんで、確実に手に入る、保証はないんですよね。なので、使うかどうかはちょっと微妙。後半になったらね、割と使えるような武器はいっぱいあるので、その時になったら使っちゃおうかな。どうしよう。というわけで、ちょっとこっちに来ちゃったけど、こっち優先できた理由は特にはないです。ハルバード。不装ですね。不装カテゴリーの武器。うい。
モアザ兵士のかぶとじゃない、鎧。スピア。いいね。で、仮想の鍵と。なんでこっち来たかっていうと、あるね、モブが勝手にね、痛い。ドアを閉めてしまって、こっちにね、来るのがちょっと困難になるので、死にそう。こっちまでは来れないよな。アーマードタスクですね。誘いづがい。投げた場所に相手を誘うっていうアイテムで。あいつ落下地名取れるんだけど、ちょっと位置が悪いな。誘いづがい使っちまおうか。で、多分 HP が減ってると思うんだけど、あいつ。なんでかっつうと、あいつは燃えるからですね。どうしたどういうルートそれ。こんな感じで燃えてますね。いけっかなこれなかった時だし、普通に使っちまうか。ほい。オッケー。うん。たまにね、兜を落としてくれるんですけど、さねかんだり防具硬い、重いけど硬いので、取れたらラッキーですね。そう、攻略雑すぎてちょっと、びっくりした。そうだった。これ狭いところで体験は大変だな。基本は振らせて殴る。痛い。特にダークソウルはね。おっとっと。そうだった。痛い。アーマー持ちかよ。さて。で、ここにある不明の鍵と。これ後々使うもんですね。使わなくてもいいっちゃいいんだけど。なんだっけ、上も知れぬ大きなとこだっけ。やっぱあった。いやー、落ちちゃった。こういう落下ダメージは極力受けたくないんだよね。さて、これでキリト。この先にいますね。バルデル兵。こいつはね、なんか一つ直剣っていうものがどうやら強いらしいけど、近づいて、ダイソン。吸い込む。一撃ではない。あれ倒すと。お、鎧、いいね。ナイトシールド。ナイトシールドは、戦闘的にはそんなに良くないんだけど、重量も結構重いしな。ただ、受け値は、1しかがない。じゃあいいや。カット率はさすがにヒーターシールドよりは優秀だと思うんで、そうでもねえな。ヒーターでいいや。愛がいれば使えるよ。さて、で、ここで問題ですね。左右両方ともに敵がいるので、まずはね、右を診察します。で、これで両対応。パーリー。アイテムドロップ率は一応人間性で増えるので、ここに繋がるって感じ。ハルバード拾ったとこね。人間性は最大10かな。10以上貯められるんだけど、左上ね。ただ、効能があるのは確か10までだったと思う。なので、マラソンをね、する場合は、特定のね、指輪を装備した状態で、なんだっけ忘れてたじゃねえか。人間性を10まで上げて、指輪を装備してマラソンするって感じ。エルデンと違ってね、アイテム発見率が上がるようなステータスはないので、そこは安心していいのかな。安心はしていいと思う。というわけで、かがり火を灯すと。ちなみに今、何も使ってないのに人間性プラス1になってますが、これはね、モブを通すとたまに黒いモヤモヤがね、吸い込まれて、それがね、自分に入ると人間性増えるみたいなことになります。さあ、というわけで、鍛冶屋ですね。さっきからカンカン言ってたのはこの人。ジェスチャー入手。この人からは、そう、かけら。これがね、強化アイテムですね。武器強化アイテム。鍛冶箱、動く箱、修理箱。紋章。武器とはね、盾も、いろいろ取り揃えてるわけですが、どうしたものか。かけらかな確か10まで強化するのに10個必要だから、修理とかもできる。そう、このゲームね、修理がいるんだよね。とりあえずアイテム買っちゃうか。買えるの6個までか。確か11234とかだっけ忘れた。ちょっと2個ぐらい買って、フレームは。11224か。どうしようか。鍛冶箱買っとくか。盾も欲しいって欲しいんだけど、この先ね、じゃあそこまで盾必要になるっていうような敵もいないので、鍛冶箱を買っちゃうか。オッケー。で、とりあえず、この下行く前に、行っちゃうか。とりあえずこの下行っちまいます。で、見えるかなあれが、くさびのデーモンですね。まだ今、倒せなくはないけど、倒すのは大変なんで、一旦無視して、こちらのね、黒い森の庭に行きます。合ってるっけ狭間の森だっけ買ったこいつ。出た。黒い森の庭。用があるのはね、その先じゃないです。このね、攻略もやるんですけど、狭間の森と。一応火炎壺用意しとくか。多分大丈夫だけど、ちょっと枯れないと面倒いので。よいしょ。火炎壺ね、ひっくり返して、切ると。オッケー。塊出るね。大かけらとかね、かけらは結構売ってくれる人多いんですけど、塊はね、売ってくれる人あんまいないので、マラソンするとかでしかってことないか。レザーと弓と。売ってくれる人はいないので、かき集めるかマラソンしかないので、塊出るのはかなりいるしね。大かけだとね、早めに使えるって意味では、重い。いいのかもしれませんが。さあ、おっと。黒騎士ですね。武装タイプ。斧槍タイプの黒騎士。これは一応安全地帯ですね。一応あそこにかかり火もあるんで、触れてもいいかな。へい。硬さは、体験タイプとあんま変わらないかな。ひょうよ。
この狂って回すタイミングが、まあ、割と取りやすい方かなって感じ。あ、痛い。ゲイボールされた。一死一殺。まあ、結構ね、後隙が長いんで、バックスタブでも OK。あと1回かな。危ない危ない。OK。どこに刺した今。虚空に刺したぞ。出るかな。出とー。次に総物盾。これ総物盾、最強の盾ですね。まだいける。黒騎士装はいいね。多分ダークソウル1で最強の武器何って言われたら、何かはこれらの武器あげるかなっていうぐらいには強い。モーションがいいんですよね。モーションとね、耐性削り値とか、この辺がもろもろ良くて、でもちろん威力も十分って感じ。で、かなりね、使いようのある武器。で、七音の6地もね、体験とほぼ変わんないよな。そう、体験とほぼ変わんないから、体験使うぐらいならそう使った方がいいかなって感じ。出ちゃったな。どうしよう。使おうかな。まあその黒騎士はね、各地方に最低2人はいるようにできてるんですけど、剣のね、タイプは結構戦える機会いっぱいあっていいんですけど、武装とかね、体験はそんな頻繁に会えないので、まあ嬉しいね。あいつらはカカラビで復活しないんですけど、黒騎士は。最終話に復活するようなポイントもあるので、もしね、手に入んなかったらそこでマラソンしてもいいかなっていう感じ。まあスタミナかな。で、じゃあ今度は上ですね。ちなみにこの総物盾なんですが、装備中にね、スタミナの回復速度が上がるっていう効果があります。ただね、ダメージカット率物理が痛い。100% じゃないのでそこは注意かな。要は縦受けしてもちょっとずつ HP 削られちゃうっていう。こいつはね、パリはできるんですが、致命は取れないので注意。ほい。ほい。ほいと。で、一応確定だよね。確定で、はい、かけら落としてくれます。最初に1回だけ。で、ひもり目の魂と。これがあることって、捧げられるっていう感じですね。よし。あれ、倒した。こいつね、パリもしてくるんで注意かな。火炎壺。火炎壺はこういうとこでかな。こんな感じで、雑魚が群がってくるので、倒すと。でね、このなんか青くなってんのは強化されてる状態だからですね。ドーン。痛い。こんな感じで魔術を使ってくる相手。ただし、黒壺と火炎壺で余裕。こいつのやりもね、結構厄介なんで、注意かな。お、折れた直剣。いいね。この折れた直剣も結構必要なんで。で、名もなき戦士と、パリ、使命。なんか脅すか？脅さないっつ。で、こいつから人間性もらって、ちなみに人間性はね、使うことで回復できるアイテムでもあります。さあ、壊れたね。扉を見て、閉じ込められた騎士と。ここで不明な鍵を使うわけですね。ロートレク。俺がしたいと、お礼してくれるらしいんで、一旦ね、最終上まで戻るって感じです。で、一応ね、この上がボス戦なんですが、まあね、ボスやる前にちょっとやりたいことがいっぱいあるので、とりあえず、びっくりした。それだけ終わらせていこうかな。というわけで、このリフトに乗ることで、棺のね、再始場へのショートカットが開通になります。ですが、一旦ここを降りてもらって、何でもいいから、この中ローリング状態にしてます。で、ここで、ドーンと。OK。中ローリングはね、ローリング距離が一番長いので、こういうね、距離を稼ぎたい時に使えるんじゃないかなと思います。間違えた。あの上に行くことでね、北の不死に戻ることができるんですが、結構ね、敵強化されててしんどいので、今はまだ行かないです。よし、というわけで戻ってまいりました。棺の再始場。ふぅ。で、ここにロートレグがいます。太陽のメダルと。制約アイテムですね。慣れ合いはなしで行こうぜと。忘れてた。取りたいアイテムがあったんで、これを機関のコッペンにしてちょっと下に向かいます。まだ攻略はしないんですが、取っておきたアイテムがあるので、このリフトですね。攻略は割と終盤になるかな。てか、中盤超えた後にやるんですが、でリフトは必ず上げて戻る。で、ここにあるアイテムなんかも拾いつつ、はい、小ロンド遺跡と。ここはね、結構、ストック。厄介な敵が多いので、今から攻略しようってわけじゃなくて、ちょっと取りたいアイテムをね、しまった。早いうちに取るのを忘れてたので、こんな感じで半分以上水に浸かってる遺跡になります。ここをね、右に曲がってもう一個右に曲がります。合ってる？あ、違う、合ってる。こっちだね。で、あのアイテム拾ったらすぐ機関のコッペンで帰ります。のになってんで注意。これでひもみり目の魂をゲットと。危ない危ない。これでエストビン強化。よし。さて、じゃあ武器強化しますか。間違えた。クレイモは。2か。あ、3でいいんだ。これは美味しいね。で、とりあえずね、今の段階では、プラス5までしか強化できなくって、
花火っていうね、アイテムを鍛冶屋に渡すことで、武器の強化のね、上限値が上がります。で、通常強化なら最大は15かな。というわけで、じゃあボス戦行く前に忘れてた。亡者からね、復活して生身になっておきましょう。で、左上の数が減って、はい、ヒューマニティ。よいしょ。一応、継ぎ火もやっちゃいましょう。これね、生身状態じゃないと継ぎ火はできないので注意。1を上げるためには、最低でも2個必要。これで、キャラメイクの意味ができたって感じ。そこのね、かがり火は割と頻繁に使うので、10に上げといて損はないかな。で、生身によるメリット、デメリットは言ったかな。オンラインだった場合ね、協力が呼べるのと、あと闇霊に侵入されます。当然ね、オフラインだったとしても、NPC がね、闇霊も白霊もいるので、今回は白霊のために呼びました。ただ当然ね、闇霊からね、入手できるアイテムとかもあるので、そこら辺は、おいおいというか、臨機応変にやっていきたいかなという感じ。侵入位置も一応覚えてるよな。大丈夫なはず。さて、もうね、さっき戦ったんで、こちらは全員無視して上来て、ただね、亡者兵は上登ってくるんで注意。で、あっちにね、サインがあります。ペトルスを助けていると、呼べるようになります。で、さらに上に来ると、はい、ソラールですね。ソラールと話していると、ここにもサインが来ます。で、ソラールさんだけ呼びます。なんでかっつうと、制約白鏡ならや。一旦溜まる。やっぱいいか。太陽制約の場合、を結んでる人と協力した場合はね、太陽メダルっていうのがもらえて、それをね、捧げることで、制約のね、レベルを上げることができるんですが、オフラインでね、集めようと思った場合は結構ね、集めるの大変になるので、こういうね、ソラールさんと太陽制約の人と協力できる機会は、極力協力していきたいなっていう、そういう感じです。さあ、というわけで、カレーのガーゴイルです。で、こいつのまずは尻尾を切りたい。痛い。危ない。オッケー。いやね、ガーゴイルの保護の。空手よりやっぱ両手の方が強いよな。というわけで、こいつ HP 半分になるとね、2段階目に突入というよりは、2人目が来ます。痛い。戦ってるね、ソラルさん。で、2体目が出て以降はね、こういう感じでブレス攻撃とかもしてくるので注意です。オッケー。危ない。ナイス。これで撃破ですね。なんてあっさりしわし。これ太陽メダルと人間性の双子と。このメダルは、ソラルさんと協力したからもらえたものです。なので、実質双子だけ。ただね、あいつ1万ソウルを落としてくれるんで、かなり美味しいですね。というわけで、鐘を鳴らします。一応最初の騎士からね、鐘を鳴らしてくれっていう、鐘を鳴らす使命があるからそれを引き継いでくれ、俺は無理だからっていう話をされたんで、今2つの鐘を鳴らすところまでやろうと思ってる感じです。一応1つは上に1つは下にって言われてて、1つの上がこれですね。目覚ましの鐘と。F 式なんてやんないよ。知ってる人だけでいいや。反応してくれるのは。実はね、RT やったことないっていう。できるだけ早くクリアするはしたことあるけど、RT はしたことないな。だけで、オズワルドですね。またジェスチャー。この人はね、免罪をしてくれます。免罪っていうのは、結びの境界エルデンリングの覚えてるかなと同じで、例えば敵対 NPC、有効的なね、NPC 攻撃すると敵対するんですが、その状態をね、解除してくれるものです。この人もね、結構いろんなアイテム売ってくれます。結構いろんな NPC は話進めると死んじゃうんですが、この人はね、別段すぐ死ぬようなこともないので、すぐじゃなくていいかな。で、一応このね、国財布、財26、こういうのが、オンライン要素ですね。OK。というわけで、どうしようか。じゃあ帰りますかね。